死でドミリバーシを解除できる。炎が特製コーラに変化しフランキーにパワーを与える。皆さんこんにちは、私はシレンナです。ワンピース第1176話のネタバレ速報が入ってきました。タイトルは俺の誇りだです。関東カラー麦わらの一味が全員集合したコミックス第12巻表紙の新バージョン。この話のストーリーは主に麦わらの一味の動向に焦点を当てています。物語の冒頭、リリスはフランキーになぜ常にコーラだけをエネルギー源として使っているのかと尋ね、その後2人は火事になっているセイウチの学校へと向かいます。同時にナミとゼウスは学校の大火事を消そうと試みていますが、ゼウスは不幸にも1匹のドリームモンスターに敗れてしまいます。その後リリスとフランキーが現場に到着し、リリスは機械を使って見事に火を消し止め、学校全体を凍結させます。科学技術に頼るだけでいとも簡単に広範囲の凍結を実現したこの行動は、冷え冷えの実の独自性と戦略的価値がこれによって大幅に下がってしまったのではないかと思わせます。続いてリリスは先ほど消し止めた炎のエネルギーをスーパーコーラに変換し、フランキーに渡して使わせます。この特殊な設定はフランキーの身体機能が内燃機関のように働き、熱エネルギーを自身の動力に変換できることを証明しています。一方、キリンガム星はジンベエと対峙した際、強烈な差別的発言をします。彼はジンベエが魚人であるため吐き気がすると主張するだけでなく、ジンベエと同じ空気を吸わずに済むよう自分がヘルメットをかぶっていてよかったと述べます。この行動は天竜人の一貫した傲慢な振る舞いを十分に示しています。これを聞いたサンジは激怒し、彼に猛烈な蹴りを放ちます。その強力な威力はキリンガム星のヘルメットを直接打ち砕きました。その後ジンベエとスーパーコーラを補充したフランキーが共闘し、さらに多くのドリームモンスターを撃破することに成功します。この話の鍵となる情報はドリーとブロギーの遭遇にあります。2人は一時的に自我を取り戻した後、互いに決着をつけることを決意します。しかし彼らが致命的な行動をとった後、受けていたドミリバーシのコントロール効果がそれに伴い消失します。物語はここから一つの重要なメカニズムを明らかにします。それはドミリバーシに操られている生物が死に直面した時、コントロールが解除されるだけでなく、その生物は正常に戻り完全に回復するということです。このメカニズムに基づき推測すると、以前襲撃されたロックスが致命的なとどめを刺されていなければまだ生き残る可能性があり、現在のところまだ死んでいないと推測することさえできます。この話の最後のページではゾロ、ドリー、ブロギー、そしてハイルディンが集結し、ドミリバーシに操られている他の巨人たちと共同で戦う準備を整えています。15年越しの伏線回収、スリラーバークの真相とイムの正体。第1173話においてグンコの正体がついに明らかになった。彼女はかつて西の海のとある国の首里姫だったのだ。この設定は当時のブルックの伏線を巧みに回収している。ブルックは麦わらの一味に加わる前、生前は西の海のとある王国の護衛船団長だったと明かしていた。これまでのストーリーにおけるグンコと手をつなぐ描写と結びつけると、ブルックが守っていた国こそがグンコの祖国であると推測できる。漫画ではまだ国名は明言されていないが、ブルックが言及した青い神、僧帽、聖地という3つのキーワードは、グンコがかつてリリ女王のように王女として聖地マリージョアへ赴き、イムの迫害を受けた可能性を示唆している。さらに興味深い推論がある。スリラーバークそのものが滅ぼされたその西の海の王国だということである。スリラーバークは西の海から来ており、その主体は島のような巨大な城を乗せた船である。この構造は荒廃した移動王国そのものだ。ストーリーにはすでに伏線が張られていた。ペローナが簒奪したゴーストプリンセスとしてここに住み着いており、船の建造者は謎のままだったのだ。今論理がつながった。1、スリラーバークは西の海から漂流してきた亡国の遺跡である。2、ブルックはその国の元護衛だった。3、グンコはその国の王女だった。4、国王が殺されて国が荒廃し、グンコはイムに操られ、最終的に現在のスリラーバークへと姿を変えた。現在のストーリーのディテールを見ると、イムとスリラーバーク編には驚くべき類似性があり、これはイムの能力の源泉を暗示しているのかもしれない。1、場面の重複、ゴッドバレーでの戦いが終結した後、ロックス海賊団のメンバーはゾンビに似た軍団に作り変えられた。
エルバフのロキとゾンビのオーズは共に古代巨人族であり、氷漬けの鎖で縛られている。さらに地獄の番犬も繰り返し登場している。2、能力の類似。モリアは死体と影を利用して他人を操ることができるが、イムも同様にドミリバーシという操作能力を披露しており、両者の目元のクローズアップも極めて似ている。3、巨大な黒い影の真相。魔の三角地帯に現れた巨大な黒い影は極めて高い確率でイムの本体、あるいはその変身形態である。歴史上のイムに関する壁画には巨大な生物の姿が描かれており、正面から見れば真ん中がイムの本体で、両側が巨大な両翼または触手であり、当時の黒い影の輪郭と完全に一致する。イムがここに現れたのは偶然ではない。これまでのストーリーでイムは巨大な麦わら帽子を保管しており、それがゾンビのオーズに関係している可能性すらある。ルフィはスリラーバークでクマに救出されたが、クマとニカのつながりは非常に深く、これらの要素がイムの関心を引きつけたのだ。グンコとネフェルタリ家には多くの共通点がある。王族の王女であること、青い髪を持っていること、そしてどちらもイムの標的にされていることだ。イムはかつてリリ女王を失踪させ、今はビビを捕らえようとしているが、グンコは80年前にイムに捕らえられた。この3人の青い髪の王女こそがイムの秘密を解き明かす鍵となる手がかりかもしれない。昨年、公式からイムのぬいぐるみが発売された後、小田栄一郎はそれを手に入れ、仕事机に飾っていた。今にして思えば、小田が公開したイムのぬいぐるみの写真はすべて未来のストーリーの予告だったのだ。ハラルドの死、ぬいぐるみがハラルドの死の場面を描く様子があり、その後ストーリーでそれが現実となった。ブルックの受難、ぬいぐるみがドクロに囲まれたり、サメに飲み込まれたりしていたが、最新のストーリーでブルックは確かにイムと直接衝突した。現在、未回収の伏線の一つとして、小田の仕事机にジョノーのような人物の似顔絵が置かれていたことがある。これは極めて高い確率でイム、またはリリ女王の素顔である。もちろん最新のストーリーと結びつければ、この絵が王女時代のグンコの姿である可能性もある。第1173話においてブルックはイムと正面から遭遇した。一撃は不正だものの実力差は絶大だ。ブルックがかつて世界最強の女ビッグマムに一騎打ちを挑んだ経験を参考にすると、今回彼が直面しているのは世界の王イムかもしれない。これにより今後の展開が導き出される。誰が助けに来るのか。答えはルフィとロキしかいない。ルフィとロキはすでに冥界から帰還しており、ロキに至っては一振りでドラウグルを瞬殺した。2人の悪魔の実の能力。一方はイムが最も恐れる太陽の神であり、もう一方は巨人族が800年ものまま守り抜いてきた伝説の実である。これこそがイムを打ち破る鍵となる。予想では迫り来る第1176話、あるいは9歳前のピーク展開において、ルフィがロキに乗って空から舞い降り、ブルックを援護し、ついに総王対イムの壮大な戦いが幕を開けるのを目撃することになるだろう。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。もしワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。